身長富士スイミングクラブの演奏です。無駄な力を入れずに泳ぐ、言うのは簡単ですけれども、やるのは難しいですよね。水をかくときに力強くかこうと意識すればするほど、無駄な力というのは入りやすくなってきます。大切なのは、できるだけ力を使わずに大きな推進力を生むようにすることです。今回はクロールで手を回すリズムにピックアップして、この部分について話していきたいと思います。説明する前に一つ宣伝です。富士スイミングクラブではベトナムで水泳のレッスンを行っています。レッスンご希望の方はご連絡をよろしくお願いします。では動画の続きをどうぞ。クロールを泳いでいるときに一番力が入るのは、水を最後まで押すかき終わりの部分だと思います。この時にスムーズに力が抜けないと、力が入りすぎたまま腕を回すような泳ぎになってしまう可能性があります。そのため最後の部分で力を入れすぎないことが大切になります。最後の部分で力を使わずに最大の推進力を得られたら最高ですよね。その一つの要因として手を回すリズムも影響していきます。まず皆さんで一緒にやっていきましょう。その場でクロールのストロークを行っていきます。心の中で1、2、1、2と数えながら行ってみてください。いきますよ。1、2、1、2、1、2。この時にどの部分で1、2というリズムを取っているのか確認をしてみてください。おそらく大きく2つに分けることができると思います。手を水の中に入れるタイミングで1、2、1、2とリズムを取っている方、そして2つ目は水を押す後ろの部分で1、2、1、2、このようにストロークしている方がいると思います。泳いでいる時の見た目自体はそんなに変わらないと思います。では前でリズムを取るのと後ろでリズムを取るのではどちらがいいのでしょうか。ポイントは最初に話したできるだけ力を使わずに最大限の推進力を得るということです。水をかくときは力を入れながらかくので、腕の動きに合わせて力が入った意識がぐーっと後ろの方に移動していきます。この時に手を回すリズムも後ろで取ってしまうと、全体的に力が入った動きに対して意識が行きがちになってしまうので、泳ぎ自体も力みやすくなってしまう可能性があります。では無駄な力が入ってしまう方はどうしたらいいのか。それは手を入れる前の部分でリズムを取るようにしてみてください。前でリズムを取っても後ろでリズムを取っても、泳いでる時の肩の動きというのはほぼ変わりません。水をかく時は肩の動きを腕に伝えて、その動きを手のひらに伝えて水をかいていくので、肩の動きが変わらなければ水をかく動きも変わらないはずです。前の位置でリズムを取りながら肩の動きに合わせて腕を動かして水をかいていきます。この時に手を前に戻す勢いを反対側の手に伝えることによって、小さな力でも大きな推進力に変えることができます。手を入れた後に水をかく形を作っておいて、あとはこの形が崩れない最低限の力だけ
入れておいて、水をかく動きは反対側の手を前に戻す勢い、それと肩の動き、この2つを使ってかいていくようにしていきます。前でリズムをとって無駄な力が最後の部分で入らないようになったら、少しずつ後ろにかいていく意識も強くしていきます。最終的には前でリズムを取りながらしっかり後ろにかく、この2つができるようにしていきましょう。今回の動画の内容が良かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。